プチバックスのキシオです。麻雀を全然わかんないよっていう人もいれば、きっと、大体基本的なルールはわかってるんですけど、ちょっとわかんないよって方もたくさんいらっしゃると思うので、ザンタマさんのね、こちらチュートリアルの方を使って、補足説明をしたりとか、いろんなことを話しながら実際打ってみようと思います。というわけで、麻雀の説明をしていきましょう。まず麻雀牌。一姫も教えてくれてますね。麻雀の牌は全部で34種類。大きく分けると、マンズ、ピンズ、ソーズ、風牌、三元牌の5つの種類に分かれています。基本的には、マンズが赤、ピンズが青、ソーズが緑と覚えてしまえば、うわ、ピンズってなんだっけとか、この丸のやつなんて言ったらいいんだっけって分からなくなっちゃった時に、なんか青い丸が8個あるよみたいなこと言えば大体伝わります。なので基本的には上から赤、青、緑で覚えたら楽ですね。この一姫ちゃんは風牌って教えてくれてますが、正確には数風牌と言います。4つの風牌で数風牌。風牌で通じますね。トン、ナン、シャーペ、東、南、西、北って呼びがちなんですけど、正確にはトン、ナン、シャーペです。これは別に東、南、西、北で伝わります。その下、三元牌っていうのが、白、発、純です。で、ちょっとこの、マンズ、ピンズ、ソーズと、数風牌、三元牌の使い方が違います。麻雀には役っていうものが絶対必要になるんですね。上がる上で。お手軽な役、簡単に作れる役っていうのが、役牌っていうものを使った役になります。この下の三元牌、白、発、純は、同じ牌を3つ、白を3枚、発を3枚、純を3枚みたいな感じで同じ牌を3枚集めるとその役がつきます。例えば白が3つ揃うと白っていう役がつきます。発が3つ揃うと発っていう役がつきます。白、発、純1枚ずつ揃えても役にはならないので気をつけてくださいね。あくまで同じ牌を3つ揃えるとその役の牌になります。でこのね上のね数風牌がちょっとややこしいんですよ。この白、発、純はもうどんな時でも絶対役になるんです。ただ上の数風牌トン、ナン、シャーペは条件付きなんですね。麻雀基本的に4人でやるんですけど、4人でやるときは1人それぞれの席にトン、ナン、シャーペ、東、南、西、北が自動的に割り振られます。割り振り方もあるんですけど今日は一旦置いておきますね。なので自分が西の席に座っていれば西は役になるんですよ。でもペイは役にならないんですね。ややこしいよね。例えば自分が南の席に座っていると南は役になるんです。でも西と北は自分の役にはならないので3枚揃えても役にならないんですよ。じゃあ自分が南の時に南は役になる、西と北はならない、東はどうなのって思うと思うんですけど、さっきそれぞれの席に東、南、西、北でそれぞれ割り振られるよって言ったと思うんですけど、それとは別に場風っていうものがあります。場風っていうのはいわゆる4人共通の風、席についてるのは東、南、西、北それぞれなんですけど、場風っていうその場全体4人全員が使える範囲のことを場風と言います。麻雀はもうほんと特殊なルールじゃない限り必ずトン1曲から始まります。ということはトン1、トン2、トン3、トン4、東1、東2、東3、東4とつながっていくんですけど、それは東1から東4の間は全て場風がトンですよってことですね。なのでトン3曲の時に自分の席が西でしたっていうことは、場風共通して使える牌である東と自分の席である西、この2つが役牌になります。南と北は西の席に座っている間は自分にとって役牌にはならないので3枚集めても役にはなりません。逆に東4曲が終わったら南1、南1、南2、南3、南4と続きます。ちょっとこれもルールでこれがない場合とある場合があるんですけど、あるっていう前提で教えますね。さて場風が南になりました。あなたはペイの北の席に座っています。果たして東は役になるでしょうか、ならないでしょうか。そうです、なりません。なんでかっていうと、さっきはね東2曲東3曲で場風は東だったんですけれども、今度南になってしまったので場風は南になりました。ということは自分の席である北と、場風である南しか役にはならないですね。東と西は役にならないので、この点ねちょっと難しいんですけど注意をしてくださいっていう感じで、
マンズ、ピンズ、ソーズ、そして数風牌、三元牌。この牌、合計136枚。1枚の牌につき4枚あります。なので、136枚を使って遊ぶゲームですよ。で、次。手牌。めっちゃわかりやすいですね。通常、手牌を13枚持っています。この、ツモ牌、シャーって書いてあるんですけど、ここの部分はね、基本的にはないです。常にあるのは手牌、この13枚のみです。で、ツモもしくは他の人が捨てた牌1枚を合わせ、合計14枚で役というものを作るのが麻雀です。わかるかわからないかわからないですけど、遊戯王で例えると、ドローするじゃないですか、カードを。麻雀牌もそれと一緒で、麻雀牌をツモ、いわゆるドローをします。すると、手牌は常に13枚でないといけないので、1枚引いたら14枚になってしまいますね。それを必ずどれか1枚捨てないといけないです。何でもいいです。何でもいいですが、基本的には自分の手に有利になるように進めた方がいいですね。じゃあ何をもって有利とするかっていうのはちょっとこの後、皆さんと勉強していこうと思うんですけど、基本的には1枚引いて、いらない牌を1枚捨てるっていうのが、麻雀の基本的な動作、やり方になります。次。春図、交通、統一という形を覚えてほしいにゃって言ってるんですけど、このね、順番に並んでる子供と書いて、春図と読みます。順図っていう人もいるんですけど、基本的には春図ですからね。春図は、トランプで言うと階段になってる形ですね。3、4、5とか、7、8、9とか、5、6、7っていう形です。基本的に麻雀は3枚で1組、1チームの仲間になります。なので、3、4、5、6っていう4枚1組の形や、3、4っていう1組の形は、形として見なされません。だいたい3、4、5とか、7、8、9とか、3枚で1つのグループだと思ってください。なんで大体って言ったかというと、ちょっとこの後説明しますので、次いきます。はい、出ました。上が交通、下が統一と言います。同じ範囲を3枚揃えることを交通と言いますね。777、これが交通。トントントン、東東東が交通。この下の統一っていう形、77、8、8っていう形。これが麻雀においてはとっても大事で、基本的に麻雀は雀頭と呼ばれる頭。統一が必ず一組ないと上がれません。今必ずって言ったんですけど、基本的にはこの雀頭というものがないと上がれません。ちょっとチー統一とか、ちょっとあんまり説明してない役の名前出したくないんですけど、チー統一とかいう役はあるんですよ。その役がちょっと雀頭っていう種類分けができない役が一部あって、そうなんですよ。ちょっと例外もあるんですけど、基本的には雀頭と言われるね、この同じ牌を2枚いる統一というものが必要になります。基本的に役は多分最初覚えにくいと思うので、なるほど、2枚同じ牌を集めると統一って言うんだ、3枚同じ牌を集めると交通って言うんだっていうところだけ覚えてください。階段は春通、同じ牌を3枚集めると交通、2枚集めると統一と言います。はい、というわけでいちひめちゃんがおさらいしてくれてますね。麻雀の基本的な形は春通と交通を合計4組と1組の統一で上がることができますよって言ってます。3、4、5の春図が1組、7、8、9の春図が1組、5、6、7の春図が1組、そして8の3枚、これを交通って言います。この組み合わせを1、2、3、4、4つの組と最後の統一、これを合わせて5ブロックとか言ったりするんですけど、5個ね、5チーム必要です。その5チームの1つは必ず統一が含まれますよっていう形ですね。さっき手配は13枚しかなくて、あと1枚ドローして引いてきたツモ、もしくは人の捨て牌でロン、14枚にすることによって役ができますと。なので、この形は上がってる。自分が勝ってる状態なんですね。でも基本的にはこの状態の一歩手前、8が3枚ありますよ。5、6、7の春図が1組ありますよ。7、8、9の春図が1組ありますよ。あれ ?4、5、さっき言いましたね。3枚で1セットですと。ということは、3か6が来たら、3、4、5、4、5、6の階段、春図になるので、この、あと1枚来たら上がれるよっていう状態のこと。これをテンパイと言います。ビンゴゲームで例えましょう。いわゆるリーチですね。ちょっと麻雀はリーチっていう別の役があるのでややこしいんですけど、ビンゴゲームであと1個来たらビンゴだとか、UNO であと1枚の時 UNO って言ったりするじゃないですか。それと一緒です。このあと1枚来たらっていう状態のことをテンパイと言います。はい。ね、
いい問題ありますね。じゃあみんなと一緒にやっていきましょう。2位にこれがさっき言った残党2枚組の統一ですね。その横はマンズが456になってます。そしてここ一旦飛ばしましょう。ソーズが123となってます。そしてもう一個567となってますね。これ全部で13枚です。さて14枚目、あと1枚何が来たら上がりの形になるでしょうか。わかるかな。さっき飛ばしたので、ここは一組なってるね、ここも一組なってるね、ここも一組なってるよ。この2枚は残党って呼ばれている部分だから2枚でいいんだね。じゃあここどっちでしょうか。そうです、答えは A のピンズの2ですね。素晴らしい、正解ですね。まあトーンはねわかりやすいですね。これは必ず同じ牌じゃないと意味がなさない牌なので。お、次来ました。これわかるかなみんな。ピンズが123、1グループ、456、1グループ、789、1グループとなってます。さて最後ソーズです。ちょっとややこしいねこの形。消去法でいきましょう。困った時はね。さっきも言いました、トーンは同じ牌が集まっていないと意味をなさない牌です。この時点でトーンは違います。どっちでしょうか。素晴らしい、 B ですね。この場合は1の2枚を残党とみなして、この1ちょっと2枚隠していただいて、123っていう瞬図と見ます。形がね難しいんですよね。ただこの状態だとソーズの2も一応上がることができますね。なぜかというと1を3枚の交通とみなして、あれ残党統一がないよっていう状態の時にリャンゾーがもう一枚来てくれればリャンゾーが残党になるので、上がりの形で言うと三蔵ソーズの3とリャンゾーソーズの2が上がりの形になります。はい、そしてまた問題になりました。ローソーソーズの6をチにできる組み合わせは ABC のうちどれでしょうか。 A はソーズですね。 B はマンズです。 C はピンズです。さあどれでしょうか。あ、いい質問ですね。チーとは何ですか。いい質問ですね。ポンというのは同じ牌2枚自分が持っている状態で、もう1枚出てきたらそれをポンと発生することができます。発生っていうのは喋るってことね、言うってこと。例えば自分の手元にトンが2枚、東が2枚ある状態で、他の人がトン1枚してました、それポンですって言うと、自分の手元の2枚とその人が捨てた1枚、合計3枚が自分の手元に持ってくることができます。それをポン。さてじゃあチーはっていうと、この例題にもあるように45、あと1枚来たら瞬図だねっていう形。567、これも瞬図だね。678、789、これも瞬図。ポンは同じ牌を集めること、チーは階段状態になる形でもらうことです。なのでこの場合は階段状になる状態でもらうのでチーと発生します。まあここでね、もし、あんまり麻雀始めたてでいきなり実践するぞという人はあんまりいないと思うんですけど、ネット麻雀では必ずポンできる時にはポンと出ますし、チーできる時にはチーと出ます。なのでどっちだろうっていうのはね、間違えることないと思うので、ネットで始める方は特に気にしなくていいかなと思います。ただ一個だけ覚えてほしいのが、ポンは自分の席から見て真ん前に座ってる人、左に座っている人、右に座っている人、どこに座っている人からでもポンすることができます。ただチーというもの、瞬図でチーする場合は必ず自分から座って左の人からしかチーできません。真ん前に座っている人や右に座っている人からチーすることはできないので、それだけはしっかり覚えておいてください。例えば右の人がこの6をしてても、なんでチーって出なかったんだろう、バグかなって思うと思うんですけど、左の人からしかチーできません。さっき皆さんね聞いてくれてましたが、これ答えは A ですね。なんでこれ6だよ、567で階段になるのにって思ってる人もいるかもしれませんが、これソーズはソーズでしか同じグループにはなれないんですね。例えばこの C の状態でソーズの6があって678できたよって思うかもしれないんですけど、必ず瞬図の階段は同じ種類の牌でしかできません。678を作るのであれば必ず全部ピンズもしくはマンズもしくはソーズというように同じ種類の形で作りましょう。じゃあピンズの6とソーズの6とマンズの6なら
交通になるんですかって思ったそこの意地悪な君、なりません。必ず交通も春図も同じ種類の牌を揃えてください。もし6を揃えるのであれば、ソーズの6を3枚揃えましょうね。はい、マンズピンズソーズ混ざっていてはダメです。というわけで答えは A の4、5という形ですね。お、これもいい質問ですね。さあ、一番最初に言いました。あなたは今、西の席に座っています。西が出てきました。他の人が西をしてました。A、B、C。どの形で泣けるでしょうか？いい質問ですね。七並べとかって、1置いたら、反対側から置けたりするじゃないですか。麻雀はそれができません。必ず1から始まって9で終わります。なので、8、9、1とか、9、1、2とか、一周する並びは絶対できません。必ず1から始まって9で終わる。ここは一周しないよっていうことだけ覚えておいてくださいね。さあ、というわけでね。春図って階段なんでしょう。じゃあ、トンナンシャーの東南西で揃えたらこれは春図だとはなりません。必ず数風牌、薬牌、風牌は同じ牌を3枚揃えることでしか使えないので B でチーということはできないですね。ポンは同じ牌を3枚揃えることなので皆さんおっしゃっていた通り答えは C。 はい、そうなんですよ。役っていうのが絶対必要だよっていう話をしてたんですけど、これめちゃくちゃ大事で、むやみやたらにポンとかチーとかして、やったー4枚の組み合わせと雀刀1枚作ったよと思っても役がないと上がれないんですね。なのでジミちゃんがこれから簡単な役を紹介してくれるらしいです。これさっきも言いましたね。役牌、トンバの時は東がみんな役になりますよ。自分が西の席に座っている時は西が役になりますよっていうことですね。麻雀の中でもかなり基本的、単ヤオっていうのは1、9の牌、マンズピンズソーズの1と9という牌、そして東、南、西、北、白、発、チュンの自牌を入れずに作る役のこと。つまりマンズピンズソーズの3種類の牌の2から8までを使って作る役のことを単ヤオと言います。これはね簡単なのでぜひ覚えておいてください。これはチーしてもポンしても上がることができます。ぜひ覚えてくださいこれ。そしてリーチです。さっきあと1枚来る状態のことをテンパイと言いますと言いましたね。チーやポン、カンということをしないで自分の手牌に13枚ある状態であと1枚来たら上がれるぞっていう状態の時にのみかけれるリーチという役があります。これができれば役がなくて上がれないよってことがないので、初心者さんはこの役を目指しましょうって言われがちですね。気をつけてくださいね。これポンとかチーしてるとリーチはできないです。必ずポンとかチーをしていない状態の時にのみできる役、それがリーチです。これはとっても強い役ですね。お、テストですね。役牌が場風、地風、もしくは三元牌の構図。さあ皆さんこれだけで見てわかるでしょうか？どの牌で構図を作れば役牌になるでしょうか？わからない方のために一緒にやってみましょうね。真ん中に東一局と書いてあります。そして自分が座っている席は東です。さてどれが役牌になるでしょうか？素晴らしい、みんなすごいですね。答えは A の東です。これは場風の東、そして自分の座っている席の東、この2つが両方とも重複します。なので、うわーそうしたとはならないですね。むしろ東3枚揃えるだけで場風の1と自分の席の1、2がつくことになるので、とっても優秀な役です。そう、これをねダブトンって言ったりするんですけど、ダブルな東でダブルトンでダブトンと覚えましょう。まあここはね覚えなくてもいいんですけど、自分の席、そして場風が何かっていうことは必ず覚えておいてください。さあこれいい質問ですね。単ヤオ、この漢字で単ヤオと読みます。単ヤオを完成するためにはどの牌を打牌するべきでしょうか？単ヤオってなんだっけって思った方はねちょっと考えてみてください。さっきマンズピンズソーズの1と9、そして東南西北白発中の自敗を使わずに作る役、マンズピンズソーズの2から8で作る役を単ヤオと言います。さあこの中でマンズピンズソーズの1と9もしくは自敗を探しましょうっていうことなんですけど、皆さん偉いですね。この中で仲間外れで言うとソーズの1なので答えは A
素晴らしい。このね、絵を切ることによって、2、3、4の1セット、そして5、6、7の1セットができますよってことです。っていうのがめちゃくちゃ簡単な最初のルール説明になります。それではね、皆さんとちょっと友人戦で打ちながら、あとは実践で教えていこうかなと思います。この動画を見て麻雀に興味が出たなってちょっとでも思ってもらえてると嬉しいです。みんなで麻雀を楽しく打ちましょう。楠木しおでした。バイバーイ。